ざいます。おはようございます。おはようございます。久々に大黒来たらとんでもないゴミの量でちょっとびっくりしてるんですけどね。めちゃくちゃ汚いですね。辰巳ばっかやってたら辰巳治安いいんすよ最近。これやばいでしょマジで。ゴミやばい。あそこには不法投棄あるしやばすぎ。はい、久々の2年ぶりのミスター号ご無沙汰してます。ご無沙汰しておりました。今になってズンロクってやっぱりいい存在だなと思ってて、 GR86 ももちろん速いは速いんですけど、早いですね。若い子にとっては高い。だって新車で400万円弱の車がまだ300万円ぐらいしてる中で、一発目の車で300万の車乗るかって言われたらなかなか僕は乗れなかったです。僕もそうですよ。まあこれは新車で結構買いましたけど、はいはいはい、まあ結構気合いるし、そうですよね。カスタムとか考えると結局500、600万なんて全然すぐしちゃう世界線なんで、はい、それだったら新車よりは中古で安い車の方がいいんじゃないかなと思いつつ、昔だったらシルビアとかがあったのに今はもう FR スポーツで楽しめる車が本当に100万とか150万ぐらいでないんじゃないですかね。ないですね。そうなるとズンロク意外にいい存在かもしれない、いい存在ですね。今だからこそズンロクに帰るっていうのもありなんじゃないかなと思いつつ、いやなんかズンロク久々に見るとやっぱかっこいいなと思って。ありがとうございます。GR よりカクカクがなくていいなと思って。ちちょっと流線形じゃないですか。こういうボンネットとかの膨らみとかね。そうこういうところとか、あと鼻先こうちょっと尖り気味ですからね。尖り気味だし、この辺から見ると LFA っぽいなっていうバンパー形状にもなってますし、久々に見るとやっぱこの赤いいっすね。ありがとうございます。これ何色なんですかこれは。一応ピュアレッドっていう純正色ではあるんですけど、前期後期のこれは後期ですけど、後期と前期でまた色は若干違うんですけど、じゃあそこら辺はもう後期の方がいろいろ改善されて、いろいろともうエンジンもいっぱいありますね。いっぱい細かいところ変わってますね。前期を底値100万円で買うか、後期を底値で200万円で買うかどっちかみたいな。ベースは出来上がってるでしょうね。これはそれよりも数値がついてるんでね、ちょっとなんか通常の86かって言われたら微妙なところなんですけど、 HS の数値キットがついてる。 GT2 のスーパーチャージャーキットがついてて、で前回撮影していただいた時はステップ12の1だったんですけど、今回は2にステップアップさせていただきました。1でどれぐらいでしたっけ馬力。1で230ぐらい。あれは原車セッティングがないんですけど、今回原車セッティングしてダイナパック上で277なんで、まあだから300はないけど290ぐらいはあるんじゃないかな。290ぐらいありそうですね。そのワンステップが結構でかいんです。インジェクターも変えるんで、燃料マシ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 燃費悪々みたいな。いやいいっすね。この86もあえてこの中パワーやってるのに外装は結構シンプルという。それは唯一のこだわりでございます。リップはオプションぐらいのやつですかこれ。グレードによりますけど、このグレードの標準装備ですよね。リップサイドは標準装備です。こことあとはこの横も一緒なんですね。そうそうそう。でもこれ十分ですね。ここもねちゃんと空力のデザインになってるし。そうそう。GR ヤリスとかも同じようなリップの形状だと思うんですけど、GR といえばという形状のリップです。結構定番になってきた感じなんですね。でそこにちょっとずつブラックアウトなりヘッドライトもして、そうヘッドライトも薄いスモーク入れたらちょうどいい感じになって、変なギラギラがないですね。確かに GR から結構黒くなりましたけど、この世代結構ねキラキラしてますもんね。そう。あとこの辺もなんか色塗ってるのかな。そうです。樹脂なんですけど、艶あり黒に。オーナーじゃないとわからないところ、ここもでしたっけ。そうです。そこもですね。ここも純正は脂肪ですね。いいですね。ちょっとずつ違う。あとここも色塗ってる。も変わってます。あえてラッピングじゃない。こういう褐色をしてもらったエンブレムです。なるほど。ちょっとずつこのメッキ感がなくなってね。あとこの飛び石がやばい。やっぱ86も飛び石受けるんですね結構ね。飛び石そうですね。ボンネットはえぐいですね。鼻先が低いからしょうがないっちゃしょうがないですけど、あとそれに前回と変わったとしたらちょっと走り系に寄ったというか、だいぶ寄りましたね。ホイールのサイズもだいぶ上がって、フロントどれぐらいになったんですかこれ JS。 フロントもリアに合わせて 9.5 投資に変更して、タイヤサイズも26535ですね。普通に 71RS なんで、ほとんど275ぐらいあるんじゃないかっていう感じですね。旧版で265でもムッチムチですもんね。ムッチムチですね。やっぱこのフェイスがねだいぶ深くなりましたね。そうなんですよ。FR らしく前後異形がこだわりではあったんですけど、ちょっと流行りの太履きしちゃいましたね。今はもうタイヤのグリップに頼るっていう方がね大きいと思うんで。そうですね。であとホイールもねこう車初心者の人だったらこのホイールなんだろうっていう感じですけど、単影車のホイールが入ってて珍しいですね。これも最近流行ってますけど2年前とかあんまりまだ流行ってなかったんじゃないかな。そう今でこそそれこそ GR86 だったり GR ヤリスで RS317 っていうホイールなんですけど、だいぶ増えてはきた。これ純正でブレンボもついてるんですか。このグレード標準装備のブレンボですね。結構でかいですけどね。一応4ポット2ポットでローターだけ変えてって感じですけど、プロミュが入ってるんですね。そうですそうです。
で足がブリッツの車庫調でバネレートだけ上げてっていう感じなんで、車庫調は早々に変えないとバネレートと減衰が合ってないなっていうところでございます。まあしょうがないですねまあそこら辺はよいよいゆっくりやっていく感じでいいと思いますし、これ意外に結構簡単に入っちゃったんですね。そうですね、キャンバー3度半ぐらいだと思うんですけど、で意外とすっぽりで、フロントは9ミリスペーサー入ってこのぐらいなんで、意外に結構いけるんですね。全然逆にスペーサー入れないとインナーがきついですね。プロロックするとがっつりなんで、逆に出さないといけないからこれぐらいちょうどいいですね。いいじゃないですか、ここのやるとちょうどこのね面になってね、渋いですね。本当はね、これがなければもっとタイヤが確かにね、タイヤでも見せたい人とこっちの方が空力いいからこっちがいいっていう人もいますしね。あとはこれ GR スポーツグレードなんでこういうロゴも入って、あとはこれ屋根エロすぎ、これ見えるかな、これ大きい変更点ですね。前回貼り付けじゃないっすよねっていうね。貼り付けではないですはい、これね多分初めて見た人とかはもう貼り付けだなってパッとは言われるかもしれないですけど、実は屋根剥いじゃってると。これでも薄そうですね、結構ね。純正比でマイナス5、6キロぐらいすごっ、マイナス5、6キロはでかいっすよ。あとね、これ CF ラボさんでしたっけ？そうです。カーボンルーフ自体は CF ラボさんで、施工自体はジョージ TV にも登場してるパセリさんにお願いしてます。うまいですね。あとこれちょっとグラデーションになってるんですね。そうなんですよ、塗装がグラデーションになってて、このエッジになるほどちょっと黒くなってるんですね。そうです。渋い。あとこのね大きめの折りなんでスーパー GT みたいですね、マジで。テストカーみたいな感じ。いや本当に全身これにしたいぐらいあえてこの分からない感じがいいですね。カーボンしすぎない、ギラギラしてない。前も黒でラッピングはしてたんですけど、どうせカーボンラッピングにするんだったら、いやもう本物いっちゃえと。カーボンラッピングとのこれもう質感全く違いますからね。そうですね、やっぱりこの感じは出ないですよね、リアルになってるとはいえ。すげえ綺麗。さすがCFラボさんもね、コスパいいのかはさておき気合入ってますねこれね屋根切るからねそうですね。言っても、はい。あとリアもあえてこのシンプルな感じで、ホイールもこれ通しなんでね。でリアはタイヤ変更したことによってスペーサーがノースペーサーになったぐらいで、いいですね。ミシュランと比べると全然このリムがね、リムのかっこよさ、あとはこのトレッドのかっこよさがもう異次元にかっこよくなってるんで、めちゃくちゃかっこいいですね。かっこいい。タイヤ見てご飯食えますもんこれあとリアのテールとかもちょっと黒くしてるぐらいですかね。そうです。クリアのところだけブラックアウトして、物自体は純正そのままですね。変にねトーカル変えちゃうとちょっとギラついちゃうんで、あえてこれぐらいがいいですね。リアのディフューザーのこれも GR？ いや、それだけ後付けです。HKS の関西サービスさんのリアサイドスポイラーを取り付けて、また変態的なこだわりがそのモールもつけてもらって、純正風みたいな。だから分かんないですよねこれそう色も合わせました。そう色も合ってるし、横とのデザインもあんま違和感ないじゃないですか。横から見てもちょうどいい感じの元々かなぐらいの感じ。確かに。いや普通についてても全然分かんないですね。はい。でマフラーもあの時から変わって、ブリッツからスーパーチャージャーに合わせてパワークラフトさんに、あの時は排気抵抗でピーピーなってました。そうなんですよ。ほらこれすごい笛みたいなキュンって音するんですよすごい音するね。風切り音がなくなりましたね、マフラー変えて。さすがに抜けがだいぶ良くなった感じで、パワーも上がってますしね、抜けはちょっと気になってましたよね。あとこのトランクスポイラーも純正です。純正。いやなんかこう考えると後期の GR スポーツグレードを買えば外装はある程度出来上がってるって感じなんですね。いやもう全然エアロ組まなくて十分だと思います。確かにエアロ組んでるっつってももうその下のここぐらいですもんね、言ってもね。そうですそうです。屋根はまあさておき、はい、屋根は別ですけどなるほど。これが200万円ちょっとで買えるんだったらコスパいいかもしれない。ちょっと内装行くとよ、内装も結構ね後期になるとお金かかってますもんね。どこら辺が違うんですか後期だと。ステアリングスイッチついたりとかハンドルが若干小径になって変わってるんだっていうところですかね。あとメーターとかそういう細かい本当細かいところです。確かにこのメーター結構好きなんですよね。かっこいい。 GR か GR スポーツじゃないとこのメーターにはならないんで、後から変えるとね、ちょっと面倒くさいですもんね。あとはシートがね乗り心地も最高なスポーツスターですね。スポーツスター。内装の雰囲気だいぶ変わりますよね。全然違いますよ。これは欲しい。せっかくだったら入れたいですね。あとはこの辺のマットとかも純正で GR がついてくるのかな。そうですね。あとはミッション。さすがにねこの後期も前期もマニュアルはやっぱまだ高いですね。比べちゃうとマニュアルの方が、いや全然値段残ってるんじゃないですか。オートマだと100万以下でも結構コロコロあったりするんですけど、やっぱマニュアルになると下を見ても100万以上って感じですもんね。よっぽど距離飛んでないとじゃないですか。ですね。ちょっと座っていいですかこれ。どうぞどうぞ。ちょっとねこのシート高すぎて座るのが怖い。
いや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 前回から変更でステアリングスペースはつけたんでだいぶ手前に来ました。本当だ。これそうですそうです。だいぶシートポジションと足の位置がこれ何センチぐらいでしょ。これで5センチですね。5センチもあるんだ。これいいっすね。それで手前すぎたらあとはチルトで手前になる分はね調整できますけど、引っ張ってくるのはできないですからね。そうなんですよ。やっぱさすがスポーツカー、ダッシュボードが低い。GR も低いですけど、やっぱズンロクも低いですね、結構ね。この辺もちょっとずつ GR だと違うんですか。プッシュスタートと、あとはこのグレードのシルバーのところがブラックアウトされてるとかっていう細かいところですけど、あとはブーツ類をアルカンターラに変えましたね。変えてるんだ。これは確かにやる気になりますね。普通だとどんな感じなんですか。普通だとビニールというか、ビニールの感じです。こういうちょっと同じ素材です。これね。はい。でも86でも十分高級感ありますね、この辺ね。この内側もこんな感じなんだ。もともとそうです。ここもねちゃんとアルカンターレになってますね。後ろどうですか、これ座れます？いや、もう狭いですよ。さすがに無理です。4人乗車とこれは乗るもんじゃないです。荷物大きい。お子さんだったら乗れるかもしれないですけど、さすがに大人のスペースの車歳は後ろちょっと下げてるだけでももう当たってますもんね、椅子。前の人考えるともう足のスペースは後ろないですね。じゃあちょっとせっかくなエンジンかけていいですか、これ。どうぞ。音圧上がりましたね、前振りちょっと低め。しっかり消音というか、パワー出てる感というか。下手にねうるさくするのももう飽きたじゃないですか。そうです。もうええでしょって、それこそもういいでしょってなってるんでね。86のメーターもかっこいいですね。燃料系のところはデジタルになってるんだ。そうです。それがもう前期後期の差ですね。本当すげえ。じゃあこれでも細かく基本何でも見れちゃう。油圧だけあと欲しいかなっていうところじゃないですか。確かに油圧があればもう何もやることないですね。86やっぱこのドライブポジションはいいな。結構真ん中っすよこれ。やっぱポルシェの右半とかになるとハンドルが左で結構あります。右にこう足がこうずれてる感じなんで、さすがトヨタ。じゃあちょっと最後エンジンルーム見せてください。これどうぞ。いやでもこのスポーツスター降りやすいめちゃくちゃ降りやすい。皆さんフル巻きの RMS とかもえぐいでしょって思いますけど、 RMS ばっかりですもんね最近。いいですよ。これだって車外ですもんね。それも後付けですね。これトムスなんですか。それトムスです。かっこいい。やっぱターボじゃないからまだこう火球があんま見えないですね、このパイピングのおかげで。パッと見てオルタネーターいつでも行っても買いやすそうだなと思うぐらいでこれ結晶塗装のエンジンのこのインテークとかも純正なんですか。それも純正です。で後期のマニュアルのみこのインテークの設定になってて、オートマだと分かるんですね。前期今の GR86 も上の部分にボクサーって書いてるんですけど、あんな感じの車ってなんかねよくわからない小さい改良ありますもんね。あるある。86ですごいな。このインナーこんな感じでもうプラスチック丸見えなんだ。そうです。だから取っちゃえばサイクルフェンダーじゃないですけど、確かにサイクルフェンダーにもしやすそう。あとはやっぱエンジン低いですね。そうですね、低いですね。相当低いっすよ。インマニがなかったら相当低いですからね、これ。低いですね。すごいな。だってストラットの位置がここでインマニとか全部下。ここら辺がね86の良さでもあり、水平対向4発のいいところでもあり。そうですね。これの数値はいくらぐらいするんですか、これまとめて。じゃあバージョン2やりたいです。もの自体は多分450でありました。確か450であって、取り付けだったり駅間に変えたりで780だったかな。でそこからステップアップするのに原車セッティング入れて20とかだったんで、100前後じゃないですかね。なるほどね。100は見といた方がいいと思います。そこからいろいろこちょこちょやってたら150ぐらいで、なんだかんだマフラーやらなんやらかんやらやってたらかかるんですね。トータルやろうとすると150じゃ全然済まないですけど、それで280、90狙えて軽くて、あえて前期でね外から見てあんま分かんないじゃないですか。そうです。ここね確かにちょっと目立ってますけど、よく見たらあれってなりますけど、ここを見なければ分かんないですからね。センタークーラーなければパシパシ音するわけでもないんで、あえてターボじゃないスーチャーっていうのもやっぱ NA の良さを残せるってところもあるんですかね。レスポンスはいいと思います。ターボだとどれぐらい出せるんですか。400近く出してる人もいると思います。いいですね。上はやっぱり目指すんだったらターボですけど、ターボの方が高い。ターボの方が高いかな。多分エアクリも変えないといけないと思いますし。なるほどね。あとはこの辺クラッチのマスターシリンダーのストッパーがついてる。ストッパーも追加しました。最初は気持ちよく走り仕様だったのに走り仕様になってきて不快感が増してきたんじゃないですか、彼でも。いやもうちょっとなんか一応でもサーキットデビューすることになりましたんで。そうですね。低ダストパッドから卒業して、低ダストパッド2期って言われてたからちょっとさすがコメント欄厳しいなと思って。厳しいですね。じゃあちょっとせっかくなんで290馬力、車重どれぐらいですか。1200、1300ないぐらいじゃないですか。いや軽いですね。その FR ちょっと行きましょうか。ぜひよろしくお願いします。第3弾ゲットペアさん来ました今回のエアボックスもね、熱くならない。素晴らしいですね。ちっちゃくていい。ベンツにも違和感なくてね。
はい、ということで今回も AI ボックスこれ今 AI ボックス経由でベンツの画面に映してますが、画質もいいっすね。画質めちゃめちゃいいっすね。もう動きも何も問題ないし、逆にどうだろう、他との差があんまりもうほぼほぼなくなってきたんですけど、はい、Android の13バージョン13が積まれていて GPS も内蔵されてるし YouTube も同時に見れたり、画面を半分にしてマップと YouTube を見たりもできますし、2画面にするときはここを押すとここで全部見れるんですね、基本的には。そうですね。Wi-Fi どこに設定できてるとか GPS とかで、ここで画面分割がこれで近おじ TV を右で見つつ、左はマップにできると、はい、効率的ですね。効率的です、はい、普通の車外じゃできないですからね、ここではね。まあまあ何個か立ち上げてても今何か止まったりもしなかったんで、そこそこ使いやすいです。そこそこ使いやすいですね、これは。はい、あともう OTA のアップデートができたりとか、はい、買ってバージョンアップできなかった時代からしたらもう今オンライン経由で全部バージョンアップできますよと。素晴らしい。これマップ今やってますけど、例えば、この辺も一式皆さんが見たことあるアプリは全部入ってます。 Spotify、TikTok、YouTube、Yahoo ナビ、あとはもうね Google プレイストアからも全部入れれば何でもアプリほとんど入れられますからね。ディズニープラスも入ってるし、もしどうしても運転集中したいバトリーな人だったら、はい、これを押すと時間になります。素晴らしいですね。意外にベンツ暗くするのめんどくさいですからね、はい、もう電源落とすしかないんで。で基本差し込み方はもうゲットペアさんの方法を車内の USB 端子のところに差し込めばカープレイの起動するところに出てきます。はい、はい、押すとカープレイ起動中。 OK で、ここでもう YouTube も全部、まあ電話もできますしね。はい、こんな感じですね。でもこれはね、マッチングが悪い車はね悪い。そうですね。特にやっぱベンツとかはでシビック R むずい。絶対タッチパネルの車でやった方がいいっす。もともとがタッチパネル専用で一応作ってると思うんで、はい、若干ねやりづらさはありますね。この辺の画質とかは最高にいいし、あとはフルなサイズで表示するとこんな感じですね。結構ベンツってこういうところアスペクト悪くてすごいこう上にも空白があるやつあるんですけど、まだ見やすいですね。まだ全然見やすいです、はい、もう AI ボックスもミラーリングできるやつもいろいろあれば、車外のナビもいらないし、純正のナビすらもいらなくなっているという時代になってしまいました。快適だな。快適ですね。この車が快適だし、そう、車も快適だし、助手席の人は最高すぎる、はい、とにかく最高、見やすいし、はい、これでちょっと乗り心地が悪くなっても奥さんとかにねこういうのは見せておけば許されるんじゃないかなっていう、はい、ということで今回はゲットペアさんの AI ボックス、だいたい金額的にも25,000円ぐらいで、他社さんからしたらちょっと安いかなっていう感じです。とにかく AI ボックス3つのシステムがある。 USB ケーブルでカーナビ接続するともう Android 13が自動起動するし、2つ目はこの車も有線のカープレイしか対応しないんですけど、これを1個かませることによって無線カープレイが起動できるようになります。結構邪魔ですからね、配線ね。配線邪魔ですね。で3つ目、 Android も無線接続できるんで、そこがおすすめかなと思います。では皆さん一緒にゲットペアしましょう。自分仕様にはできるんですか。確かに。てかよく純正クラッチャー持ってるっすね。いや買いました。買えたんですか。ステップ2にした途端急にんってなり始めたんであれこれはもうダメだと思って買いました。もう滑っちゃった。はい、これどこのクラッチになったんですか。意外なんですけど、クスコのカッパーミックスなんで、扱いは超いいですね。クスコのカッパーいいっすね、はい、めちゃくちゃ扱いやすい。なんなら純正比あんま変わんないぐらい。そうちょっと気持ち重たくなったかなぐらい、だいぶキャンバーついたからな。タイヤ太フロント前乗った時と全然違うんですよ。225ですからね全然違うんですよ。40アップ、はい、40だし71だしみたいな。確かに71ほんと太いですからね。なんて安心なんだ。気持ちいいですね。タイヤいい。タイヤ最高。電制オフにしなくても滑んなくなりましたもん。まあでしょうね。タイヤをこうなんつったらいいんでしょう、かきながらというか、タイヤに頼ってる感じがちょっとずつ出てきたっすね。だいぶ。いやハイブグリップタイヤ
初めて履きましたけど、よくツイッターとかで見るオンザレールっていう意味がよくわかる。ちょっとずつ分かるさすがにね、ここまでパワー上がってくるとやっぱ危ないっすよね。はい、なんか馬力そうになったかなと。いやーでもこれは足変えたいわ。もうパワーとタイヤについてこれないですね、やっぱり。そうですね、やっぱ吊るしバネだけでこう走る感じあるんですけど、ちょっと全然追いついてないです。車って最後仕上げてくるとめっちゃ金かかるっすね。結局詰めていくと、あそこ良かったのにっていうところがまた変えなきゃダメだっていう状態ですね。フロントは別にあれですけど、リアがやっぱねビョコビョコしてますね、昔に比べると。吊るしが6キロなんで、それを14なんかにしてるとそりゃそうだわ。いやでもいいな、86のこのやっぱりこのフロントの軽さというかね、機敏じゃないですか、めちゃくちゃ。それはもう俊敏です。これは86にしかないし、でもこんなにトルクあったらもういや超楽っす。楽っすね。やっぱり8型になって 2.4 になってちょこちょこ乗せてもらう機会増えましたけど、やっぱ純正でこれ速いなと思う。純正で速いと思うんで、6でスーチャーつけて、それになんとか追いついたかなぐらいの。そうっすね。用意どうしたらやっぱ速かったですね、こっちも。速いですね。それは伸びはやっぱありましたけど、ここのトルクがあるっすもん。でも GR ここからあるっすね。そう、ここから先はまだ伸びるのがそこは書きかな。よく曲がる本当よく曲がるよく曲がるけど、これはギアも結構細かいんですよ。4、5が結構4、5その辺までは、3、4、5が結構クロス気持ちいいけど、これは踏んじゃうわ。踏みたくなる乗り心地悪いこれ多分遠出結構しんどくないですか。バフンってなった時ドンってくるっすね、頭に。本当に早々に車庫中は変えなきゃなと。86が見えてた。友情出演いいっすね。前回も8型登場して、今回は友情出演結構してくれるいい感じですね。こんなに小さかったんだもんな。そうっすよ。86見るとこれ 86？ 軽自動車かぐらいの前の赤の方が大きいんじゃないか。赤の方がでかいし、いじるんだったらやっぱベース車両としては最高じゃないですか。車体ね、ちょっと綺麗な150万ぐらいで買ってきて、そこからなんかいろいろいじれる方が大学生とかからしたら相当楽しい車ライフになりそうですけど、ぶっちゃけ距離なんかあんまり細かいこと言えば、そのボクサーだからオイル漏れがとかあるかもしれないですけど、今の車なんでそんなにそこは距離気にしなくていいんじゃないかなと思うんですけど、距離はね、もうこれぐらいになってきたら普通じゃないですか今。昔の10万キロとなんか今の10万キロとも全然違う気がして、全然違うっす。昔の10万キロってもうほぼ廃車レベルだったんですよね。速いな、楽。86とは思えないですね、さすがに。ここまでやっぱりちょっと足りなかったなっていうところが補えてると思うんで。そうですね、確かにね、この辺はやっぱトルクすげえ出たっすね。いや、これは気持ちいいっしょもうタイヤのグリップ最高みたいな。裏切らないですね。また難しいのが車庫帳いっぱいあるし、どこのがいいのかなとかもそういうところから始まるんで、結局何に振るかじゃないですか。もう確かに街乗りしたいのか、年一でサーキット行きたいのかぐらい突き詰めすぎるとね、どっちかになっちゃうんですけど、一番気持ちいいのはなんだかんだ乗り心地も良くて、原性もねちゃんと上がってるような走りが。とにかく今だとちょっと4輪前後違う動きしてるから跳ねた時がね、どこ飛んでいくか分かんないから、それはちょっとね怖さありますけど、とはいえやっぱ軽い、タイヤがいいだからタイヤにすげえキャンバーついてる。これやっぱさすがに71ってこうすごい外側がラウンドしてるじゃないですか。なんかその良さが全部出てるし、足場でキャンバーだけじゃなくてこのタイヤキャンバーもついてるから、外側切った時はやっぱいいっすよね。まだグリップあるわみたいな。山とか行ってもね、いや難しいな。それかもうやっぱここぐらいまで金額が下がってくるといろいろとねいじりようもあるし、手出しやすくはなってるし、トヨタの狙い通りじゃないですか、当初の。ちょうどいいんじゃないですか、この FR スポーツまたね、安く出せる。唯一あれなのは最近この EK9 とかが高すぎて誰も買えないし、昔だったらね FF もいっぱいスポーツカーあったんですけどね、そうなってくるとこの車もめちゃくちゃ大事な存在すぎて、
走って爆音にしていくとうわーってこうなる。そうもうちょっと聞いてられないですよね迷惑なだけっていう。あと86意外に6速にしたらかなり回転数低いんで。だいぶ低いです。低いですね。5までは結構クロスしてるんですよ、もうちょっとクロスにしてもいいかなとは、ただまあ普通に走る分にはもう十分です。全然いい。首都高なんかで6入れるのはまあないでしょうし、そんなこの辺が全然違うもんな。ブレーキもよく効くしな。ブレーキのパッドはあれですけどタッチがいいっすね。よかった気持ちいい。 RR ばっかり乗ってると FR の気持ちよさを久々に体感。懐かしいですね。懐かしい。急にがフロントにエンジンがある分やっぱ接地感めちゃくちゃあるんで多くないっすね。RR でやっぱりこうブレーキちゃんとフロントに荷重かけないと、結構フロントスカスカになってるから、やっぱり FR いいな。最後しばき回せるじゃないですかこの車も。そうですね。パーツもいっぱいあるし、なんとでもなっちゃいますから。まあ数値はどうなんですか。今のところ故障ないですか。結構走ってますけど。全然ないですよ。前の動画でもスイッチャー壊れんだろうってありましたけど、いや壊れるっていうのはなくて、まあ、あとは使い方でしょうけど、チェックランプとかすぐついたりとかマイナートラブルとかもないので、意外なそうですね。もう本当に何にもないですよ。まあ、フルードを定期的に交換してあげて、汚れてたら交換してあげてぐらいのメンテで、ぶっちゃけ街乗りぐらいだったら十分。まあ、サーキットハードに走ってる人だとフローが出てくるかもしれないですけど、普通に走る分にはもう全然。みんなめちゃくちゃ壊れるって言うけど、意外に身内が壊れてないからな。ちょっとメンテナンス次第なんでしょうけど。それはもう大事です。結局何でもノーメンテっていうことはないんで、基本的に。普通の人はね、メンテナンスなんて車検に1回ちょっとやっとけばいいっていう考えだから、車好きからしたらね、そこの感覚がねちょっと違うかもしれないですけど、普通の人が数値つけたらちょっときついかな。オイル交換ぐらいしてればそこは問題ないと思うんですよね。 OK でしょ。非常に扱いやすいアフターパーツですよね。でもこれ乗っちゃうと普通のズン力ちょっとねもうちょっと加速してくれってなりそうですけど、なっちゃいます。でもあっちだけ乗ってたらあれでも十分僕は速いと思いますよ。乗らなきゃいいだけです。軽くするだけでめっちゃ速いです。あっちあっち。でも GR86 乗ったらあれはあれで速い。いやー速い、本当に速い。速いしボディ剛性いいし、びっくりしました。やっぱねボディ剛性全然違う。違うんですね。もうこう乗ってるだけで分かりますもん、あとハンドルでもハンドルの形状とか結構似てるんじゃない。ハンドル多分一緒ですよ。一緒っすか、あれ結構ね僕好きなんですよ。ザ・スポーツカーに乗ってるなっていうこの感じはね、86すごいな。まあ全体的に低いのもありますし、屋根も低いじゃないですか。低いですね。まあそれでもちょっとね、5速4速が若干引っかかるのは何だろう。ゲートのあれなのかな、位置が僕が慣れてないだけの話なのかな。もしかしたらまあでももうそろあれですね、ミッションオイル交換時期ではあるんですけどオイル交換時期もね、やっぱスポーツカーになれば早いですからね。こんなに乗りやすかったらあんまり数値に乗ってる感じが言われないと分かんないですね。これをしょっぱなに乗っちゃったらそんなにそこまでは分かんないかもしれない。それぐらいで自然というか、そうっすね。急に来るわけじゃない。急に来ないのがやっぱ数値のいいところですね。そうですね。結局ターボになってきたら4000ぐらいからスーってこう来る感じだと、これだともう3000ぐらいからブヨーってこう立ち上がるんですよ。回してなんぼというよりかは本当街乗りの回転域で気持ちよく追い越しできてとか、あとはですね、排気音がそんなにね、ターボは結構変わりますけど N8 とあんま変わんないのがまたこれはこれでいいと思いますし、いやそれにしてもこのハンドリング超気持ちいい。足変えて足変えてめちゃくちゃ変えたい。めちゃくちゃ気持ちいいけど、いいな。人の車だからそんな飛ばせないけど、なんか何も怖くない。いやタイヤいいわ。そんなに性格変わるんだっていうやつですね、これ。タイヤすごいな、やっぱ。タイヤすごいよ。やっぱこのね、なんて言ったら斜め合成がやばいな、これ。ハンドルパッて切った時にタイヤが負けないっすね。そう、タイヤの合成すごいなと思うんですよ。潰れてないっていうか、そうっすね。やっぱミシュラン前が PS5 でしたけど、リムこれ大丈夫かなっていうぐらいになっちゃってないかなみたいな走りながらありましたけど、これガッチガチだなマジで。すげえな。なんか
タイヤの合成がすごすぎて笑っちゃうA052 とかもすごいなと思いましたけど、それ以上に感動があるぐらい。052を僕はまだ履いたことないんですけど、BS ってどっちかっていうとそのゴムとかよりこうタイヤの構造とかで、っていう風に聞くんで、こんなに良ければ、タイヤ潰すのが下手な人はちょっと厳しいかもしれないですねなんか潰しきれずにタイヤ合成だけで走っちゃうみたいな、タイヤグリップだけで一回これ乗っちゃうと CRS が履けないですよ。柔らかいですか？めっちゃ柔らかいです。もうタイヤこう来た時にニャッニャッって感じが全然あるですね。確かにサイドウォール見てるだけでも潰れなさそうですもんね、あんなの位置は。潰れないでしょこんなタイヤのトレッドもね、横になればなるほどもう切りかけチッてあるだけですから、そう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 。いやー、ありがとうございます。いい何トンにもできるベース車なんで、オーナー次第というか、楽しむには最高じゃないですか。 FR 楽しみたくて、バコンにもできるしそういろんな方向持ってきますよ。スタンス系もいけるし、スタンス系も結構いますしね、走ってる人もいるし。でもこれ多分普通に600万ぐらいかかってそうだから600万で済んでるかなって。いやー、済んでないな多分